こんにちは。整理収納アドバイザーの七尾明子です。今回は物が床置きになってお困りのお宅のキッチン収納のビフォーアフター事例についてご紹介していきたいと思います。このチャンネルでは収納や片付けを中心とした暮らしに役立つ情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。今回お片付けしたのは 2K のアパートに小学生のお子さんとお住まいのお宅のキッチンです。物がかなり溢れた状態で家事がしづらく、お子さんにお手伝いをしてもらうこともできないとお悩みでした。こちらはスチールラックとカラーボックスが置かれた背面収納です。普段使う食器はスチールラックの最上段に置かれていましたが、カゴに積み上げられて取り出しづらく、しまいきれない食器やお鍋がなんとレンジの中にまで溢れていました。ラックの中段には蓋付きボックスに入ったお弁当グッズや食材ストックが収納されていましたが、足元には収納しきれない食材などが大量に溢れています。こちらはその隣にあるカラーボックスです。ここにもストック品や食材、帰宅後すぐに紙を捨てるボックスなどがありましたが、足元はやはり物で溢れ、カラーボックスの一番下の段はほぼ使えない状態でした。この背面収納の向かい側にある冷蔵庫横にもワゴンやカラーボックスが置かれていましたが、ここも物でいっぱいの状態。ワゴンにも食材ストックなどが収納されていましたが、こちらも溢れた食材が床置きに。その隣のカラーボックスには使わないラップの芯などが置かれていて、あまり活かせていない状態でした。こちらはシンク・コンロ側の収納です。こちらの釣り戸棚は比較的よく使う保存容器に混じって、たまにしか使わないジャムの瓶やほとんど使っていない食器などが場所を取っていてもったいない状態でした。こちらはその右側の釣り戸棚です。ここには消耗品のほか調味料のストックなどが詰め込まれていました。こちらはシンク・コンロ下収納です。出し入れしやすい場所にもかかわらず、扉の前にも床置きのものがあり、開けづらい状態でした。シンク下収納はパッと見そこまで散らかってはいませんでしたが、ざる・ボウルの一部はほとんど使っていないとのことでした。こちらはその隣の扉ですが、使わない土鍋や哺乳瓶の消毒グッズ、お菓子作りの道具などが収納されています。こちらはコンロ下収納です。お鍋やフライパン類は比較的使っているものが多いようでしたが、スペースがパンパンのためしまいきれない分はコンロに置きっぱなしになりがちとのことでした。その左側のスペースにはお正月しか使わないお重や土鍋の空き箱があり、あまり活かせていない状態でした。さらにシンクの前には床下収納があり、ここにも食材やストック品が収納され、パンパンの状態でした。このような状態を踏まえて、床置きがなくすっきりした状態でお子さんもお手伝いしやすいキッチンを目指して作業をスタートしました。まずはキッチンにあるものを出しつつカテゴリー別に分類していきます。食材、食器、日用品などカードを使って分けていきます。量が多いため、まずは背面収納側にあるものから分類しましたが、キッチンの横の部屋があっという間にいっぱいに。お客様も物の多さに改めて驚かれていました。ある程度ざっくり分類したら、特に量が多い食材は麺類、調味料、お菓子材料など、さらに細かく分類しながらまとめていきます。今回お子さんにお手伝いをしてもらうために特に配置を重視したのが食器です。もともとはお子さんの手が届かないスチールラックの上にあったため、これを取り出しやすい場所に移動することに。その収納場所として目をつけたのがコンロ前のカラーボックスの横にあった CD ラックです。この中にはほとんど聴いていない CD や DVD しかなかったため、これをリビングに移動させ食器収納として活用することにしました。グラスやお椀などの幅が狭いものは CD ラック、大皿などはその隣のカラーボックスと配置を分けつつ、お子さんでも取りやすい配置を意識して収納してきました。そして量が多い食材ストックは一番収納力があるスチールラックにまとめることに。よく使うものは出しやすい高さに収納し、使用頻度が低いものは上段や下段に蓋付きボックスに入れて収納しました。さらに高さのある調味料ストックは床下収納に集約。高さを生かすため、使用頻度の低い重箱や箱入りの食器を下に置いて、その上にボトルを収納しました。
今回は物の量が多いため、お客様にはかなり物を減らさないと収納しきれないと思いますとお伝えしていたこともあり、最終的にはこれだけのものを処分することができました。では早速今回のお片付けのビフォーアフターをご覧ください。まずはキッチン全体のビフォーアフターです。床置きのものがほとんどなくなり、かなりすっきりした印象になりました。続いて背面のスチールラックです。ここには食材ストックを集約し、在庫管理がしやすい状態に見直しました。ラックの最上段には使用頻度2軍の食材を収納。一番取り出しやすい高さには使用頻度の高い食材をまとめました。そして下段には缶詰のストックやお菓子、スープ類などを収納しています。物の定位置を見直したことでレンジの中も空っぽにすることができました。こちらはその隣のカラーボックスです。床置きがなくなったことで収納としてちゃんと活用できる状態になりました。カラーボックスには調味料のストックを収納。今まではあちこちに点在していましたが、こちらも在庫管理がしやすくなりました。続いては冷蔵庫横の収納です。こちらも床置きがほとんどなくなったことでだいぶすっきりしました。ワゴン上段にはあちこちに点在していた薬やサプリ類をボックスに入れて集約。その下には常温保存の野菜や使用頻度の高いカレールーや梅干しなどを収納しています。そしてこちらは新たに食器収納として生まれ変わったスペースです。背の高い CD ラックはお子さんが出しやすい高さの中段によく使う汁碗やお茶碗を収納。幅がある平皿はカラーボックスに収納しました。シンク上の釣り戸棚は届きやすい下段に使用頻度が高い保存容器とキッチンペーパーを収納。上段はあまり使わないジャムの瓶や小さい土鍋を収納しました。そしてその右側の棚にはお弁当グッズや使用頻度の低いざる、ボウル類を収納しています。シンクコンロ下は床置きのものの定位置ができたためかなりすっきり。扉が開けやすくなりました。シンク下収納は使用頻度が低いざる、ボウルを移動してスペースを作り、そこに溢れていた調味料や梅酒の容器を収納しました。その隣の収納は使わない土鍋などを処分し、主にお菓子作りの道具などをまとめました。こちらはコンロ下収納です。使わないお鍋類を一部処分し、できるだけ重ねずに収納しつつ、特によく使うものは手前に配置して出し入れしやすく改善しました。そして隣には圧力鍋やゴミ袋のストックを収納。この扉の前にゴミ箱があるため、袋が交換しやすい配置に変更しました。さらに床下収納は湿気がたまりやすいことを考慮して、液体調味料や飲み物のストックの収納場所として役割を整理。高さを生かすためボトルの下に使用頻度が低い重箱などを収納しました。最後に今回のお客様から作業後にいただいたご感想を一部ご紹介します。あれから1週間が経った我が家ですが、とても感激しています。一番は夜のうちにキッチンリセットができて、シンクにも作業台にも寝る前に消毒するためにつけ置きする布巾と容器以外何もない状態を保てていることです。息子と相談しながら食器の場所や呼び方を改めて決めてラベルを貼ったことで、当初の目的通りお手伝いもとてもスムーズになりました。今までは料理を作っていても調味料や材料を集めるのにあちこちうろうろしていましたが、
それが今は一箇所にまとまっていることで出し入れの動作が少なく、無駄のない動きで料理が完成するようになりました。これは絶対私一人では成し得なかったと思います。もっと必要なものまで手放す必要があるかと思っていたので、手元に残したいものがほぼ全て収納されたキッチンに大変感激すると同時に、どれだけ不要品を溜め込んでいたのかと七尾さんが帰られてから一人愕然としました。そしてまだ捨てられるなとキッチン用品をさらに手放すことにも成功しました。今までいろいろなブログや YouTube、本などを参考にやってみようと思うものの、やり方はわかるはずなのにできないの繰り返しでした。分かっているはずなのにできないのだから私には片付けはできないんだと思っていましたが、私に必要だったのはおそらく1対1で向き合って教えてもらう機会だったのかなと思いました。この度は本当にありがとうございました。今回作業後にやる気がアップして、お客様ご自身で玄関のハンガーラックの下と靴箱の上も整理されたそう。これからリビングや押し入れなど別の場所の片付けにもチャレンジしたいとおっしゃっていて、私もとても嬉しくなりました。いかがでしたか？床置きのものがなくなってだいぶすっきりしましたね。最後にこの動画を気に入ってくださった方はチャンネル登録とグッドボタンをぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。